どうぞこちらへ。こうして直接お目にかかるのも久しぶりですね。ええ。この前お会いしたのは確か、もう5年になりますよ。そうでした。ええ、思い出しましたよ。どうです？この国も5年前とは随分変わったでしょう。ええ、東京の方はどうですか？ここしばらく熱帯夜が続いています。ここ1週間は日中の最高気温が40度以上なんです。物資の供給ルートに支障はないでしょうね。ええ、今のところ。ですが、電力供給量がギリギリなので、コロニーの多くでは住民の電力使用を制限しています。そうですか。こちらの状況は見たところ、そう悪くないようですね。ええ、以前ほどは。他のことはともかく、食料を自給できるようになったとは喜ばしいことです。プラントの導入があと5年遅れていたら、国民の4分の4が餓死するところでした。そういえば、あれを最初に実用化したのは日本でしたね。ええ、それで私たちも少しは過去の罪滅ぼしができたわけです。おい、俺だよ。いいところに来てくれた。退屈したんだ。まあその辺に座ってくれ。どっか行くのか？ああ、ちょっと遠くへな。前の電車に乗りそびれたんで、次のを待つ間にお前のところに寄ろうと思ったんだ。へえ。そうだ、いいものがある。こんな時間から酒か？いい酒だ。少し飲んでみないか？じゃあ少しもらおうか。つまみが何もないけど、いいだろじゃあ乾杯。最近は何をしてるんだ？う。別に。旅行とかは？嫌いなんだ。最近は外へもあまり出ない。何か面白い本あったかい？ああ、いくらでもあるさ。例えば？そうだな。これなんか面白かったね。その作家、あまり独創的な作家とは言えないけど、それなりに飽きさせない。興味があるなら貸そうか？いや、
どうせ読む暇なんかないからいい。静かだな。静かすぎて気味が悪い。うん。両隣にも上や下の階にも人はいるんだが、いつも静かなんだ。まるで廃墟にいるみたいだ。皆昼間は仕事かい？知らないな。ほとんど顔を合わせたこともない。ところで君は最近何してる？いつもと同じさ。いつもと同じ？それが一番なんだろうな。どういう意味だい？いつもと同じなのは幸せだ。幸せ？我が国では紫外線遮断ガラスが不足しています。窓はなるべく少なくしていますが、日中の屋外作業を全くなくすわけにはいきません。プラントの建設や修復、それに毎日のように発生する電力系統の故障も修理せねばならない。防護服の支給も多くの場合間に合わず、そういう時は有志が危険を覚悟の上で外に出ていくんです。防護服は日本でも不足しています。でも別の問題もあります。短時間なら防護服なしでも大丈夫だと考えている人が多いんです。確かにすぐに悪影響が出るわけじゃありません。日本は高緯度に位置しているので紫外線は比較的弱いんです。人間はどんな環境にでも慣れてしまうんですね。ええ、人間は自分自身の力をいつでも過信するんです。コーヒーでもいかがですか？本物に近い味がしますよ。ええ、いただきましょう。お前は不幸なのか？いや、退屈なだけさ。もちろん金があれば紛らわすことはできる。でも、そうやって金で退屈を紛らわしても、すぐにまた退屈がやってくる。今度は紛らわすのにもっと金がかかる。そのうち金では紛らわせなくなる。つまり、感覚の泥沼にはまり込むわけだ。それが嫌だから、こうして退屈に甘んじてるんだ。そりゃかわいそうに。君は何か信じているものがあるかい？宗教か。俺は信心なんか持ってないな。いや、そうじゃない。違うんだ。別のものだ。もっと単純なものなんだ。なんだ一体。うまく言えない。いや、よそう。なんでもない。僕にもよくわからない。音楽でもかけてくれないか？ああ。おかしいな。間違えたのか？
何を聞くつもりだったんだ？ブルックナーの交響曲。何番だったか忘れた。タバコ吸っていいか？ああ、君は退屈しないだろうね。どうして？そう見えるのさ。その通りだよ。生きていくだけで十分退屈しのぎになる。そろそろ時間だ。行くのか？ああ。人間の行動を分子のブラウンドに例えた人がいたな。なんだい急に。絶え間なく運動し、偶然によって衝突し合い、それぞれ別方向へと動いていく。その繰り返しだ。なんだか観念的だな。ありがたいことに分子の運動とは無関係に電車は帝国に出発する。暇があったらまた来てくれよ。多分な。私の父は売れない小説家だった。
す。